10月なんですけど、早すぎません？この間、夏来たとか言ってたのに、もうちょっと秋の気配がしてる。つまり、私の大好きなハロウィンの季節がやってきたので、今回の Vlog は、私が2025年どんなハロウィンを過ごすのかっていうのをまとめた Vlog にしようと思ってます。よかったらこれからね、ハロウィンの準備、なんかお家でホームパーティーしたりとかする方の参考になれば嬉しいです。よかったら最後まで見てください。私が iPad とずっとにらめっこをして何をしてたのかっていうとですね、毎年私ハロウィンはお家で過ごすんですけど、ポケモンを料理の中に取り入れられたらいいなと思って考えてみました。私ほんまに料理が苦手っていうか好きじゃないんですよ、料理自体が。料理をすることはするんですけど、お料理するっていうその行為自体があんまり好きじゃなくて、別に楽しいと思えないタイプなんですけど、美味しいものを食べたいから仕方なく料理してるみたいな感じ。料理に無頓着でズボラな私でも簡単にできるご飯ばっかりを考えたので、できればハロウィンっぽい可愛いご飯を用意したいけど、仕事もしてて時間もないし、楽したいなみたいな方の参考になるかなって思います。だからお料理好きな方とかお料理が得意な方からしたら、もうこれは料理と言えるのか、なんかこれは手作りと言えるのかみたいなレベルかもしれないんですけど、温かい目で見守っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。こちらなんですけど、文字の部分が恥ずかしすぎて、もう全然自信がないので、ちょっとモザイクをかけさせていただくんですけど、今年もハロウィンといえばゴーストタイプでしょうということで、ゴーストタイプポケモン縛りで行かせていただこうと思います。ミミックオムライスなんですが、基本のオムライスが作れる方は多分みんな簡単にできるであろうミミックオムライス。これを作ります。ミミックになるかはわかりません、正直。ミミックの顔を考えるのが大変すぎるので、ちょっとミミックになるかはわからないですが、まずミミックオムライス。で、普通のサラダ、レタスを使ったサラダ。あともう一個がバケッチャパイなんですけど、なんとかしてそのバケッチャモチーフのご飯作りたいなって思って、ちょっと TikTok とかインスタとかもいろいろ見漁った結果、これいけるんじゃないかなって頭の中では出来上がってるんですけど、バケッチャが。果たして本当に作ってバケッチャになるかどうかわからないバケッチャパイ。あとデザート1個。これがフランテクッキー。これいけそうじゃないですか。私これ結構自信あるっていうか、なんとかできるのではないかって思ってるんですけど、紫芋を使ってその不安定の色を出して、チョコペンとかでその目とか口とか頭の上の黙々を表現できたら不安定に見えるんではないかっていう私の予想。でも私お菓子作りも全くしないんですよ、普段。こういうイベントごと、ハロウィンとか、クリスマス、バレンタインぐらいはなんかお料理頑張ってみようかなと思ってクッキーを焼いてみたいと思います。
でもお待たせいたしました。はい、ありがとうございます。かわいすぎる。食べるのもったいない。どっから食べるのこれ。どっから行くか。こっから。やだー。出た。なんか味分からへんかも。甘いでしょ。甘さもちょっと分からんかも。いや、こうなったらもうここも行くしかないでしょ。いやー、ちょっとかわいい。ボンド、愛しのボンド。かわいい。あー、皆さん。かわいすぎるんですけど。かわいい。これ買います。かわいい。今日はハロウィンパーティーの当日です。ハロウィンホームパーティーに向けて買ったものと、あとは、この間行ったユニバでの購入品をご紹介したいと思います。もう年パスが切れるギリギリやったんですけど、行けてほんまに良かった。ポケモングッズはちょっと今回は買わなかったんですけど、私スパイファミリーが大好きでですね、スパイファミリーのグッズで1個だけ、さっきの動画でもちらっとこれ買ったよって言ってたやつをちょっと詳しくお見せしたいと思います。これ、バスターバンとヘアクリップのセット3000円。税込みで3000円でした。これ犬のキャラクターなんですけど、ボンドっていう名前のワンちゃんのキャラクターで、こっちがヘアクリップで、キメラさんって言うんですけど、この子。キメラさんのヘアクリップが1個ついて、この2つがセットになってるものになってます。かわいいかわいすぎるー。と、こっち、ヘアターバンですね。ボンドかわいい。で、なんと、後ろにですね、尻尾ついてて、ちょっと白やからわかりにくいけど、ここに、アーニャのお気に入りって書いてるんです。キュン。こちらが、ユニバでの購入品でした。かわいい。ポケセンの購入品もちょろっとだけあります。私のインスタのストーリーではちらっとお見せしてたんですけど、じゃーん。こ
ちょっと反射しちゃって見えづらいと思うのでいきますね。バケッチャのケーブルライトっていうもので、壁とかにこうキラキラっていうかライトをかけるデコレーション、お家をデコレーションするようなものなんですが、じゃーん、これわかります？こう1個ずつバケッチャのボディになってるんですよ。顔が1匹ずつ違うんです。なんかちょっとムッとしてるバケッチャとか、笑顔のバケッチャとかいて、フィギュアなのかなっていうぐらいとってもよくできてて、早く光らせたい。ちょっと後でここにちゃんと電池入れて光らせてみたいと思います。もう1個買ってます。こちらです。これは何かと言いますと、姫熊ちゃんのミニボールなんですが、実物がこちらです。大きさはお茶碗ぐらいのサイズで、ここにね、姫熊ちゃんがちょんって覗いてるんですよ。かわいい。前の動画でも購入品の場面でお見せしたミニ竜と白竜のマグカップとかもそうなんですけど、食器そのものにこういうね、こういうのがついてるのが好きなんですよ。きっとね、分かっていただけると思うんですが、もうこれは買うしかないということで購入させていただきました。結構がっつりハロウィン仕様で、ちょっとダークな色合いなんですけど、このイラストのタッチが可愛めなんですね。キュートな感じのイラスト。こういうね、姫熊ちゃんとかが着てるコスチュームにもフリルとかが使われてたりして、もうチャーミングすぎる。中もめちゃめちゃキュートで、パンプキンの絵が描いてあったり、パンプキンの顔がポケモンになってるの分かります？不安定とか、これジペッタですよね。すごい。これでご飯食べたらもうハッピーディナーじゃないですかっていう。ハロウィン関係のものでポケセンで買ったのは以上なんですが、あとは、ホームパーティーで使おうと思ってるものをいろいろ雑貨屋さんとか100均とかで揃えました。まずは、これはね、3COINSで買ったものなんですけど、モチーフフードピックです。このシルバーとブラックの感じがおしゃれで可愛いなと思って買ってみました。で、もう1個フードピック買ったんですけど、これはレースのリボンが上についてるやつで、じゃーん。こんなんリボンなので別にハロウィンじゃなくても使いやすそうやなと思って買ったんですけど、余ったらクリスマスとかでも全然使っても可愛いと思います。あとはね、100均でセリアで買いました。この3つをちょっと今年新調しました。紙のやつとかは繰り返し使うのがちょっと難しいと思うんですけど、こういうプラスチックでできてるやつって洗って繰り返し来年も再来年も使えるのでコスパもいいなと思って買いました。で、あとこちらです。これはクッキーの型抜きなんですけど、かぼちゃと魔女の帽子とお化けとコウモリの4つ入って100円でした。クッキーだけじゃなくって、チーズをこれで型抜きしてサラダの上に乗せたりとか、何にでも使えるなと思って、とりあえず買ってみました。100円やしってことで。購入品の紹介は以上です。この子たちを使ってね、ハロウィンパーティーやっていきたいと思います。ってことで、ハロウィンホームパーティーを無事に開催
できそうなところにはなったんですけど、ちょっと時間が経っちゃって、ケチャップがちょっともうデロンデロンのデロンデロンなんですけど、一応ハロウィーンって書かせていただいて、これはミミッキュのオムライスで、このミミッキュのミミは去年のユニバのホラーナイトの時のミミッキュのハンバーガーのメニューがあったんですよ、レストランで。その時にハンバーガーに刺さってたやつを持って帰ってきてて、ずっと保管してたんで、それをちょっと使わせていただきました。めっちゃ可愛くないですか？で、この目と口は海苔で、ビャーってやって、で、ケチャップでハロウィーンって書いて、で、これね、これがバケッチャパイです。バケッチャに見えないかもしれないけど、私の中ではバケッチャ。バケッチャのポイントはこのチーズで作った目がポイントです。はい。大量にできた不安定のクッキー。こんな不安定もいますけど。はい。で、あとは簡単につまめるサラダもご用意しました。これもパプリカを使ってね、黄色と赤でなんか彩りすごいみたいな感じのやつです。簡単なハロウィンとか言いつつも、料理普段しなさすぎてめっちゃ時間かかっちゃったんですけど、無事に開催することができました。イエーイ！私はゴーストタイプのポケモンとね、一緒に楽しみますけど、皆さんも素敵なハロウィンを迎えてください。このハロウィンパーティーのオフショットみたいなものはインスタにたくさん投稿するので、よかったらそれも見てみてください。今日の動画はここまでです。最後まで見てくださってありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントも喜びます。お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ハッピーハロウィーン！